皆さんこんにちは、一岡元気ですね。今日はですね、ツイッターでですね、このラップをですね、ピンポン今日はこのラップをですね、丸めて叩いたら水晶玉になりましたってツイッターが回ってきました。実際やってみました。じゃん、こんな感じのものがですね、できました。というのはね、嘘でしてね、これはね、アクリルの玉ですね。本当にこれをですね叩いたらこれになるのかやってみたいと思います。ね、ラップをですね、丸めますね。丸めて、はい、ではね叩いてみたいと思います。なかなかいかないですね。楽しそうだね。そうですね。まあ当たり前だけど、叩いてもね、あんなね水晶玉になるわけじゃないですね。やっぱ溶かさないといけないと思うんですよ。そもそもラップっていうのは何からできてるかっていうと、いろんなラップあるんですけど、大体主に2種類からできてます。一つは塩化ビニリデン、塩ビの仲間ですね。下敷きとかに使われている素材です。でもう一つがポリエチレン製、その2種類からできてます。で、塩化ビニリデンの方はですね、燃やすとちょっとね有害なガス、塩素とかが発生するらしいので、ちょっとね溶かしたりもあんまりしにくいんですけど、ポリエチレンの方はね溶かすとね有害な物質も出ないですしね。これでね実験してみたいと思います。ちなみにですね、ポリエチレン溶かすとね面白いことが起きます。ちょっとやってみましょう。ではですね、巻きつけましたので燃やしてみますね。こんな感じですね。簡単に溶けて燃えます。こんな感じでね、不思議な音が鳴ります。ついたり消えたりね、してるように見えるんですけど、これはですね、このところで炎が揺れてこんな風にですね、音が出てるんですね。こんなね、面白い性質のあるね、ポリエチレンなんですけど、ちょっと溶かしてね、あんな水晶玉のようになるか、ちょっとやってみたいと思います。どうやって溶かすかっていうと、これですね。これドライヤーの強力なもの、ヒートガンって言って550度から600度くらいの温度の熱が出ます。これでね当てながら丸めてみたいと思います。まず当てて溶かしてみますね。溶けてく。なんかね白い塊になりましたね。全く水晶玉みたいにはならないで、白い塊になりました。これいってみると、おお、よく跳ねる。なんかねスーパーボールみたいになりましたね。しかもねカッチカチのねプラスチックみたいになりました。多分ね白いのは中に気泡とかね空気が混ざってしまって白くなってるかもしれないので、あとは中の空気をね抜いてみて透明になるのか、なんか方法がないかやってみたいと思います。はい、今度はですね、ポリエチレンのね耐熱温度が110度くらいなんですよ。火で溶かすと焦げてしまいますし、ポリエチレン110度なので水だと100度までしか上がらないのでちょっと難しいんですね。油に溶かして空気を抜け出せるかやってみたいと思います。じゃあ入れますね。おお、すごい。こんな感じで透明な液体になりました。さあこれを固めれば水晶玉みたいになるのかやってみたいと思います。丸いね、氷を作る型に入れます。おお、蓋をします。冷えたみたいなので取り出してみたいと思います。おお、
だからアイスみたいになってますね。はい、こんな感じですね。洗うとなんか白い玉になりましたね。アイスクリームみたいな。カチカチだ。おお、跳ねますね。スーパーボールみたいなもんですかね。はい、まあね、最初からねやっぱね透明にはならないと思ってました。っていうのもですね、ポリエチレン、よく理科機器で使うね、これね洗浄瓶とかにね使われてるんですよ。薬品を入れる瓶とかね。なのでちょっと分厚くなるとね透明度が下がってしまうと、多分ラップみたいに薄いもんだったら透明でいけるんですけどね、やっぱりボールは透明にならなかったということですね。ということでね、またね、面白い実験いろいろと紹介しますのでね、是非チャンネル登録をお願いします。